斬新です。トースポです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。この番組は、日々私が思っている面白かったこと、見ちゃったこと、聞いちゃったこと、言っちゃいけないことなんかをお話ししておる番組でございます。ぜひチャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。はい。で今日は何をお話しするのかというと、トースポね、皆さん大好き、みんな大好きトースポのお話をしたいと思います。私もね、ちょくちょくトースポを買ってるんですけども、中でこう気になった記事をね、スクショというか、写真に撮って、トースポ買ってきたぞっていうのを、いつぐらいですかね、結構前からもうずっとやってまして、でたまにねこうスマッシュヒットが出るんですよ。そのリツイート、リツイートよりね、なぜかいいねがやたらに多いんですけども、リツイートしたくないね心には留めておきたいけど、こう拡散はしたくないとかね、自らなんていうんですかね、こうそれを拡散するには忍びないみたいな記事が多いのかな。で、つい2日前にね、トースポ買ってきたぞで、出した記事が、これ久しぶりになかなかスマッシュヒットを出しまして、リツイートめっちゃ少ないんですよ。300ね、今朝の段階で317で、いいねが1608というね、どういった記事かと言いますと、これはね、現役放送作家 X 氏の芸能界マル秘裏話ということで、毎週水曜日に掲載されている、コラムというか、記事なんですけども、モテる芸人ということでね、見出しだけ読んどきましょうか。令和の日野翔平が自慢 DM きっかけにファンとやる方法という記事がありまして、これをね、トースポ買ってきたぞで、ツイートしたところ、スマッシュヒットが出ましたというかね、これ何でしたあの人、あの人ですよ記事読めば、さらば青春の光の東ブクロさんが、各種そういう SNS で、そういうことをしているという入り口で、これはね、入り口ですよ。有名な、知ってる人は知ってるかな。そういうことしてるね、いうので、有名なんですけども、そこを入り口に、最後、オチがこれ素晴らしかったね。こう、結局、プペルの悪口を書いてるというね。ね、これね、僕のなんですかね、こう金銭に触れるでしょ、こんな記事がね。最後の方がね、非常に面白かったね。プペルの絵本の時に1万冊以上購入したという証拠の領収書、写真をアップする中で、プペルのね絵本を1万冊以上買いましたで、領収書と、の写真とハッシュタグでシャープそんなことよりセックスしたいで、シャープセックスしてやってもいいよって人は DM ください。シャープハッシュタグね、シャープ今日も下半身の煙突町がプペルっていうねこれ今日も下半身の煙突町がプペルというね、そういうハッシュタグがあったそうですね。実際それあるのかな、探してみましょうかね。探してないんかっていう話でもあります。シャープ今日も、これでもね、あれなんですよ、インスタの方だったと思うんですよね。下半身の煙突町が、しかもね、漢字なんですよ。プペルのルーがひらがなでね。はい。ないですわ。ないって。ほんとかよ。残念。消しちゃった。今日も煙突町がプペルを今度カタカナで言ってみましょうか。ないですね。ないですわ。
これ捏造記事ですか？インスタだったらあるのかな？インスタあんま見ないんでね。よいしょ。シャープ。今日も下半身の煙突もプペル。もう勝手に出てくるわ。ある。100件未満だわ。でも確かにありますわ。インスタで。ねえ。ちょっと見ましょうか。続きを読む。ね。ハッシュタグ、ウォルト・ディズニーを倒す。ね。そんなことで、ウォルト・ディズニーを倒すは省かれていますね。DM くださいね。プペル。本当だ。漢字で書いてますわ。ねえ。インスタは確かにありましたね。ただね、これ違いますわ。本人じゃないよ。ね。本人がツイートしてるんじゃないですね。こう、買ったよっていう人がやってますね。なので、まあ、確かにトースポの悪いところですね。あたかも、こう、本人がそんなことしてたかのような書き方をしておるわけなんですが、まあ、楽しいからいいじゃないですかっていうのがね、これ、本当に、いけないというか、なんて言いますかね、こう、ね、結果面白ければとか、楽しければいいじゃないかみたいなのは、ちょっとね、危険なことですよね。それこそ本当に日本国旗問題もそうですけども、ね、あれをノンフィクションだと言い張っているんですけども、結果ノンフィクションでは全然ないですよね。捏造でもあるし、捏造というか、ウィキのコピペであったりとかもね、全くノンフィクションではないのにも、話として面白いからいいじゃないかね。それはもう完全に歴史を修正してる歴史修正主義みたいになってしまうので、それ一概にね、こう楽しければいいじゃないかっていうのは一概には言えないですよね。だからそこの線引きというかね、物語にしてしまうと確かに楽しいので、そっちの方が面白いじゃん、そっちでいいじゃんっていうことが日常的にこう行われてしまうと、そういった過去のね、行ってきた過ちもでもこういう解釈の方が面白い楽しいからいいじゃないかっていうのは、これはやっぱりこう認めちゃいけないというかね、そこは正さなければいけないということで、こういったね、たとえトースポの記事といえども楽しければね、実際こうね、じゃあ僕みたいに本当にそのハッシュタグあんのかな、ツイッターでは全くない、そういえばインスタグラムだったらね、インスタグラムを覗きに行くと、いやいやこれ全然本人のねツイートじゃないぞというのがね、こう記事見るとね、全く本人がやってたかのように書いてるんですけども、またそうね、ここまで調べてやっと真実にたどり着くみたいなことがあるので、うかつに楽しんではいけないというかね、半信半疑でどっちなんだろうね、どっちでも面白いな、でもトースポなんでもしかしたらみたいなところは疑ってかからなくちゃいけないけども、過去にね、いくつもそういった僕はトースポ買ってきたぞはよくやってるんで、ツイログってログを残してるんで、そこでねトースポ買ってきたぞで検索をするとね、本当によくちょくちょくやってますね今回のようにそういったいかにもトースポのね、嘘ではないけども真実ではないみたいなね、そういったところをね、これはやっぱり
なんていうんですか、トースポの読み方として、半信半疑というか、ね、半分本当半分嘘みたいなノリで読まなくちゃ、ね、全部鵜呑みにしてると、まあ、引っかかるというかね、釣られるというか、騙されるというか、なので、そこは皆さんもね、楽しむのは、ね、100% いいとは言い切れないこともあるというかね、半信半疑で、ね、こう疑ってかかる、ね、いくら新聞記事といえどもトースポだぞ、おい、ね、そこはわきまえて楽しまなくちゃいけないなとね、すごく真面目な話になってしまいましたが、まあ今後も僕は懲りずにというか、別に懲りる必要はないんですけど、こう面白記事を見つけてはトースポ買ってきたぞね、トースポ、ちなみにトースポ買ってきたぞ、一番古い記事は何だろうな。随分ありますよ。もう数えるのもめんどくさいぐらい。うわ、いっぱいあるな。ちょっと待てよ。そんなにあるかい？ちょっと待てよ。一番古いのは、これいつですか？これ M1 暴言の記事だ。ちょっと待って、これいつの記事だ？ちょっと待ってよ。2018年、もっと昔にやってるような気がするけど、2018年12月5日が古い？もっと見るっていうのがあるけど、これ。まだ広告が出ちゃった。そんなもんですか。もっとやってたような気がしたけど、1年前の今日のツイートを見る。関係ない。でもそれが一番古いか。みたいですね。ほら。2年、3年前ですね。なるほど。といったところで、ね。いや、これ、私の性格疑いますね、さすがに。ひどいよ、トースポの記事がひどいけど、なぜそれを選んでいるんだっていうのがひどいね。ということで、チャンネル登録と、ね、高評価よろしくお願いします。